フリーランス薬剤師になってから2年が経ちました。フリーランス薬剤師のガチレビューをやっていきたいなと思います。ようこそ薬剤師の教え管理のハッピーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。誠に勝手ながらご報告になるんですけれども、私フリーランス薬剤師として2年間を生き延びることができましたよ。はい、皆さんすいません。今回はですね、フリーランス薬剤師2年レビューをやっていこうかなと思います。僕の経歴なんですけど、新卒薬剤師として、まず初めの2年は調剤薬局の社員として働いていて、そこを退職後にフリーランス薬剤師になり、今に至ります。社員時代の長さを今、フリーランス歴が上回ろうとしている、そんな状態ですね。今回の動画の流れとしては、フリーランス薬剤師のメリットとデメリット、こちらを3つずつ挙げさせていただきまして、デメリットに関しては僕なりの対応策もご提案していきたいなと思います。この動画を通して薬剤師の働き方の選択肢として皆様にお伝えできれば僕は嬉しいです。全力で動画作っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。それでは早速中身に入っていきたいと思うんですけど、まずはメリットからいきましょうか。3つあるんですけれども、1つ目ですね。フリーランス薬剤師のメリット。1つ目が自分の時間を作れるということでございますね。これはね、僕が一番いいね、フリーランス薬剤師のメリットだなと思ってます。めっちゃいいっすよ。特に副業であるとか趣味がある方に関してはおすすめですね。どうですか皆さん、なんか趣味とかあったりしますか？ない方に関しては何か新しいことに挑戦するための、自分と向き合うための時間とか、そういうね、時間に使っていただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、僕の場合は、動画編集であるとか、海外旅行が趣味だったりするので、こうやって皆さんをね、YouTube を通して関わることができておりますし、ウェディングムービーの制作とかも行っていますね。海外旅行で言うと、今年もゴールデンウィーク10日間ぐらいですかね、休みを取って海外旅行に友達と行ってまいりました。会社員だったりすると、休みを連日取ることって難しかったりするじゃないですか。それにおいては、フリーランス薬剤師の方が、休みを取りやすいんじゃないかなと思ったりもしますね。あと、僕、休みなんですけれども、働く日数を薬剤師としては4日間にしてるんですよ。で、2日間の休みをあえて平日に設定してるんですね。なんでかというと、土日とかって大体会社員の方々が休みだったりするんで、どこも混んだりしてるじゃないですか。僕は割と静かなカフェとかが好きで、そこで編集するのが大好きだったりするので、あえて平日休みにすることによって、自分の QOL を上げているっていう状況ですね。こんな感じで自分のライフワークバランスを調節しながらですね、過ごしやすいっていうのがフリーランス薬剤師の特徴でございます。ということでメリット1つ目が自分の時間を作りやすいということでした。それでは続いて2つ目ですね。フリーランス薬剤師のメリット2つ目が学ぼうとする意欲の向上でございます。これは薬剤師としても自分の今やってる僕であればね、動画編集にしても意欲が向上していますね。まず薬剤師からなんですけれども、フリーランス薬剤師って薬局さん側と業務委託契約っていうのを結ぶんですけれども、この契約内容って基本的には1年間に設定されているんだが、途中で不服があった場合はお互い契約を1ヶ月前に申告することによって解除できたりすることができるんですよね。これはメリットではあるんだけれども、薬剤師さん側からするとあんまりないと思うんですけど、薬局側から急にね、契約を切ってくれというふうに言われる可能性がありますよね。いわばちょっと恐怖感に駆られているような状況が、ずっと続いているんですけれども、これは人によって変わってくると思うんですけど、僕としては少し追い込まれているくらいの状況の方が自分の成長につながっていると感じるんですよね。あとは平日休みだったりするんで、僕の友達って基本的に社員さんで、土日休みが多くて休みが合わなかったりするので、平日一人にするとなんかやらんとなみたいな気になって、どうせなら自分のスキルをね、向上するための何かをやるかとなって学ぼうとする意欲が向上してるんですよね。こんな感じでフリーランス薬剤師のメリット2つ目が学ぼうとする意欲の向上でした。それではメリット最後になります。3つ目ですね。フリーランス薬剤師のメリット3つ目がある程度稼げるということですね。これは皆さん単純計算で考えていただきたいんですけど、フリーランス薬剤師って基本的に時給3000円以上なんですよね。で、インボイスやってない方だと、今はね、8% 上乗せして、時給あたり、そしたら3000円だとしたら3240円か、請求できるので、これ計算していただくと、普通に稼げますよということをお伝えしたいですね。会社員の方だと、月160時間働きます。
ますよね。で、時給3000円で160時間働いたとしたら、売り上げは普通に1ヶ月50万円は超えてくるんじゃないかなと思います。全然いいですよね。恵まれてるかなと思います。僕は十分ですね。皆さんどう思いますか？フリーランスの場合は本当に働いた分だけ稼げますよっていう仕組みになってますので、社員さんと違ってね、有給とかボーナスがなかったりはするんですけれども、月々の売り上げはそれなりに立てることができるんじゃないかなと思います。ということで、フリーランス薬剤師のメリット3つ目がある程度稼ぐことができるということでした。ここから先はデメリットについてやっていきます。全部で3つあるんですけど、デメリットに関しては僕なりの対応策も提案していきたいなと思います。まず1つ目ですね。フリーランス薬剤師のデメリット1つ目が、お金の管理は全て自分で行うということですね。これはね、僕で言うと、フリーランス薬剤師駆け出しの頃はですね、確定申告であるとか、日々の請求書の発行っていうのに、結構手こずってましたね。ここら辺に関しては、仕方ないと思うんですけど、やるしかないっていう感じですね。今考えると、会社員の時代ね、お金の処理っていうのは会社がほとんどしてくれてたんで、すごいありがたいと思うんですよ。会社員の方って、年の終わりとかに年末調整やって終わりになるじゃないですか。あの環境っていうのは非常に恵まれてるなと僕は今思うんですけれども、フリーランスになると、日々のね、帳簿告げっていうのをやんなくちゃいけないんですよね。ただこれ対応策として、会計ソフトの導入っていうのがありまして、今の会計ソフトって本当に優秀なんですよ。フリーランスになると、まずそのフリーランス用の口座を作ってクレジットカードとかを作ったりするんですけれども、そのクレジットと会計ソフトを結びつけて、そのクレジットで支払った経費に関しては、払った瞬間に会計ソフトに反映されるようになってたりするんですよね。このように日々の帳簿付けを楽にするためにソフトの導入をね、強く推奨させていただきます。あとは、お金の処理っていうのは確かに社員に比べては大変なんだが、社員時代の時ってお金の知識全然なかったんですよ。フリーランスになってから、その税金とか社会保険料、年金とか、住民税とかも自分でやんなきゃいけないし、そういった基本的なお金の知識がつくっていうのは、これポジティブ思考にはなると思うんですけれども、生きていく上で、最低限必要な、知識かなとは思いますので、これが得られるってことは逆にこれはもうメリットなんじゃないかと考えていただければなと思います。ということで、フリーランス薬剤師のデメリット一つ目が、お金の管理は全て自分で行うということでした。それではお次行きましょうか。二つ目ですね。フリーランス薬剤師のデメリット二つ目が、福利厚生がマジでないということですね。これはですね、フリーランスの方にとっては一番きついことなんじゃないかなと思いますね。どうしても社員の方と比べちゃうんですけど、社員って有給とか育休、あとお金であれば失業保険とか退職金の制度とかがあったりするじゃないですか。そういったものがフリーランスにはもう全くないですよということですね。休みに関しては自分でね調節できたりするんで、フリーランスの方は自分の健康を自分で管理するのが対策になってくるんじゃないかなと思います。僕の場合で言うと、お食事も日頃から気をつけておりますし、運動も意識しながらやってますね。あとお金に関しては対応策、これ僕が実際にやってるもので一つあって、小規模企業共済っていうのがありますね。詳しくは概要欄に貼らせていただくんですけれども、この制度はですね、自営業の方のための経費にできる退職金積み立てみたいな制度になってますね。月々7万円ね、積み立てることができるんですけれども、それを1年間通して、経費にね、算定することができるんですよね。ざっくり言うと、マックス7万円入れてたとして、12ヶ月やると84万円になるじゃないですか。で、所得税の税率を 20% とすると、約それだけで15万円以上ですね、節税できるんですよ。僕は、これフリーランスの方は、もう絶対にやった方がいいね、制度だと思ってるんで、自営業になられる方はおすすめの制度になっておりますので、紹介させていただきました。ということで、フリーランス薬剤師のデメリット2つ目が、福利厚生がマジでねえということでした。それではいよいよ最後なんですけど、このラストのやつに関しては、人によっては、デメリットかメリット変わってくるかなと思います。ということで、フリーランス薬剤師のデメリット3つ目が、少し孤独を感じるということでございますね。これはどうだろう ?2 年間やって、初めて感じてきた感情なんですけれども、
少し孤独です。はい。まあ、原因として考えられるのが、先輩とか後輩の存在ができにくいっていうのがあるかなと思いますね。僕は薬剤師今5年目なんですけれども、ずっと同じね、会社に勤めてたとしたら、例えば新しく入ってきた薬剤師さんとか、職場にずっと残ってる方々と仲良くなって楽しい飲み会とかがあったりすると思うんですけど、フリーランスの場合はそういうコミュニティをちょっと作りづらいっていうのは実際あるかなと思いますね。でもどうなんでしょうね。社員の時に僕はありがたいことにね、職場の方々に恵まれましたけども、人によっては、嫌いな上司とかももしかしたら苦手な方とかね、いるじゃないですか。多分ね。で、調剤薬局って結構コミュニティが狭かったりするんで、そういう方々と毎日顔を合わせなきゃいけなかったりする場合もあったりするじゃないですか。そのような方にとってはフリーランスになることによって、職場を選ぶことができるっていうのは逆にメリットになってくるんじゃないかなと思います。これに関しては人それぞれ置かれている状況によって変わってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、ないものねだりです。すいません。僕のわがままでした。ということで、フリーランス薬剤師のデメリット3つ目が少し孤独を感じるということでした。はい。皆さん、本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回はフリーランス薬剤師になってから2年経ったということで、メリット、デメリットを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。人によってフリーランスになった時の感情の変化とか、メリット、デメリット変わってくるとは思うんですけれども、一つの指標として捉えていただければ僕は嬉しいです。動画内でわからないこととか、なんか他に聞きたいことありましたら、コメント欄にね、お気軽に記載してください。順次返信させていただきます。こんな感じでですね、こちらのチャンネルではフリーランス薬剤師の知識であったり、あとは薬学生さん、薬剤師さんに向けた医薬品の知識、今後も提供していきたいなと思いますので、応援よろしくお願いいたします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社ティハフ運営しております。薬局経営様、薬剤師様の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。